それならいいものがありますよ。ほら、ヒロポンなんてどうでしょうか。冗談ですよ。中身はとっくの昔に空です。もったいなくて瓶だけ残しておいたのです。人聞きの悪い。中毒なんて私はなりませんよ。瓶を取っておくのが好きなんです。ほら、これは目薬、これは眼薬ね。そうだ、本日は昔懐かしい、今では考えられない危険なお薬についてお話しいたしましょうか。今では考えられないお薬と簡単に言いましたが、実は現在でも使われています。と言っても、限定的な医学、研究用途での使用のみに厳しく制限されているため、あまりお目にかかることはないでしょう。ここで感づく方もいらっしゃるかと思いますが、そうですね、メタンフェタミン、覚醒剤のことです。これは中枢神経興奮作用はアンフェタミンより強い中枢興奮作用および精神依存性、薬剤耐性があります。日本では1941年、大日本製薬がメタンフェタミン製剤ヒロポンを販売しました。ヒロポンの効果については、医学界で発売以降に様々な研究がされており、これを服用すれば神経を爽快にし、疲労を防ぎ、睡魔を払う等の興奮効果があり、しかも習慣性、蓄積作用等がないので、現在欧米各国の民間において興奮剤の至り、能率増進剤として好んで使用されている。すなわち米国ではベンゼドリン、デンマークではメコドリン、ハンガリアではアクテドロン等の名称をもって盛んに売り出されている。時局柄、産業、事務、各方面における本剤の利用も、あるいは一個の価値あらんかと、ここにご紹介する次第である。と、先に市販されている他国の例も出して、除菌覚醒効果が強く、有用な薬品であるとしていた一方で、常習性はないと分析されておりました。笑ってしまいますよね。また、不眠、触手不振、頭痛、焦燥感などの副作用も臨床実験で報告されておりましたが、効果、副作用を分ける基準が主に被験者の主観的によるものが大きいとして特に問題にされていなかったそうです。日本軍での覚醒剤の使用目的は、当時の医学界の研究成果の通り、疲労回復や眠気解消や士気向上程度を期待されていたもので、それを証明する証言として戦後の国会での厚生委員会で厚生省薬務課長が戦中の覚醒剤の製造認可に対する質疑で、ヒロポン等につきましては特別に製造許可をいたしました。当時は戦争中でありましたので、非常に疲労いたしますのに対して急激にこれを回復せしめるという必要がございましたものですから、さのような意味で特別な目的のため許したわけでございますと答弁しております。仕事の能率を高めるなどとして精神医学の方面から宣伝され、野戦の兵士や軍需工場の工員に能率向上として反強制的に用いられ、兵役中に味を占めるものも出てきたということなのです。パイロットの塩などと呼ばれるほど塩並みのパイロットの必需品として使用していたドイツ空軍に倣って、日本軍においても戦闘機パイロットにはナチスドイツよりのフリガーショコラーダの情報を元にして生産されたヒロポン入りチョコレートが疲労回復目的で支給されております。さてさて、こんな様子で昔は今では考えられないほど覚醒剤が身近な存在でした。
実は先に紹介したヒロポン以外にも数々のメタンフェタミンを含んだ商品がございました。デドリン、ヒロポンとほぼ同時に武田薬品工業が販売したアンフェタミン製剤です。ヒロポンの作用が強かったため、ヒロポンよりは売り上げませんでした。小野薬品工業のネオパンプロン、富山化学工業のネオアゴチン、三天堂製薬のコスピタン。いかがでしたでしょうか。現代を生きる皆様には信じられないお話だったのではないでしょうか。これらのお薬は重大な依存性や体への悪い影響が証明され、今は取り扱いが厳しくなりました。人類の発展とともに危険なものはどんどん排除されていきます。大変ありがたいことですね。しかしながら、これらのお薬はあなたの身の回りに意外にも影を潜めているかもしれません。非常に依存性が高いものですので、一度手を出してしまったらもう終わりだと思った方が良いでしょうね。依存って大変恐ろしいものですよ。お薬は用法用量を守って正しく使いましょうね。悲願のお話、ご清聴いただきありがとうございます。お気に召しましたらまた遊びに来てくださいね。それでは、さようなら。